マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、皆さん、もう1月下旬ですよ。いやー、ついこの間、明けましておめでとうございます。2026年スタートですね。なんて話をしていたのに、もうすぐ2月です。いやー、早い。早すぎますね、本当に。うん。で、日本の2月ってよく三寒四温って表現されるんですけど、これは冬の終わりから春先にかけて使われる日本語で、寒い日が3日くらい続いた後に暖かい日が4日くらい続くという、気温の変化を表す言葉です。で、この三寒四温の時期になると、もうすぐ春が来るなーっていうね、そういった雰囲気になるんですけど、それと同時にね、あのお客様もやってきます。はい、そうです。花粉症です。はい。ということでですね、今日のテーマは花粉症についてお話ししていきたいと思います。日本でなんでこんなに花粉症が騒がれているのか、あとはどんな対策があるのか、それから、これから日本に旅行に行く人はどうすればいいのかっていうお話をね、していきたいなと思いますので、ぜひ最後まで聞いてくださると嬉しいです。このポッドキャストのリスナーさんの中には、日本で聞いてくださっている方もたくさんいらっしゃると思います。うん。日本でね、今生活されている方、怖くないですか？はい。私もね、花粉症経験者なので、もうどれだけ花粉症が辛いかっていうのよくわかります。そう。もうそろそろ準備を始める頃ですよね。実は花粉症って一年中あるんですけど、やっぱり春が一番ひどいと言われています。だから1月になると、もうみんなね、やばい、今年も来るぞ、来るぞって、こうね、そわそわし始めるんですね。しかもこの緊張感って一人で始まるわけじゃないんですよね。周りからじわじわと広がっていくんです。例えば会社で誰かが、なんかちょっと鼻がムズムズするな、なんか来てるかもってボソッと言うと、隣の席の人が、本当ですか？なんか私もちょっと実は今日鼻がおかしいんですよ。みたいな感じでね、そうやってどん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 広がっていくんですね。で、気づいたら、私もなんかおかしいかもって言って、ちょっと自分の鼻をね、すごい意識し始めちゃったりするんですね。うん。で、普段なら、もう全然気にならないくしゃみとかも、一回出ただけで、やばい、まさか花粉症かなって、すごい心配になっちゃうんですよ。あと、1月はもう一つ、花粉症かどうか分かりにくい理由があるんですけど、風邪と見分けがつかない時期なんですね。で、日本の冬って結構乾燥するんですよ。だから、喉がイガイガしてしまったり、あとは鼻が詰まったり、鼻水が出てきたりね。そういった感じになると、あれ、これは風邪なのかな、それとも花粉症なのかなって、迷っちゃうんですよ。で、1月の花粉症ってまだ本格的に始まったわけじゃないんですね。で、今はまだ大丈夫だけど、でももうすぐ始まるかもしれないと思って、ちょっともう気持ちの方が先に心配しちゃうっていう状態になってしまうんですね。海外の方からすれば、ただのアレルギーでしょ、なんでそこまでって思うかもしれません。
でも日本の花粉症はただのアレルギーというより、本当に多くの人が悩んでいる社会的な問題に近いものなんですね。で、みんなが大げさにしているわけではなくって、本当にそうしないといけない理由があるんです。じゃあなぜ日本人は1月からこんなに花粉症を怖がるのかっていうと、まず環境省の調査によると、日本人の約4割以上が花粉症だと言われています。で、東京みたいな大都市だと、この割合はさらに高いんですね。例えば電車の一車両に100人の人が乗っていたとしたら、そのうち40人以上が花粉症です。で、もう本当に目がかゆくってね、もうこうやって、もう涙目になったり、あとは、ハクションってくしゃみをしていたり、あと鼻をすすっていたりっていうね、こういった状態になるんですね。はい。で、これだけ多くの人が影響を受けているので、仕事や勉強に集中できなくなったりして、生産性も下がってしまうんですね。その結果、花粉症による経済的な損失は毎年数兆円規模とも言われています。すごくないですか？数億円じゃないんですよ。数兆円ですよ。もう億より上。わあ、すごいですね。これ私びっくりしました。うん。だからもうこれは個人の問題じゃなくって、社会全体の問題になっているっていうわけなんですね。じゃあ、なんでこれほどまでに日本の花粉はひどいのかっていうと、経済成長期に住宅建設のために全国の山に杉やヒノキをたくさん植えたんですね。で、問題はその木たちが今成熟期を迎えて、木が大人になって、で、花粉を吹き出すモンスターになっちゃったんですね。うん。で、この日本全体の土地の約12%が杉林なんですね。で、韓国は松の木が多いので、松の花粉とか飛んだりするんですけど、日本の杉っていうのはもうレベルが違います。うん。なので、この時期の山を見ると、もう、こう、風が吹くとね、ファーファーファーって、こう、杉の木が揺れて、そこから黄色い花粉がブワーって、もう、すごい出て、それが街の方に流れていくのが見えるくらいなんですね。あとは単にくしゃみが出るだけではなくって、頭がぼーっとして集中力が一気に落ちてしまいます。本当にこれは受験生やビジネスマンには致命的ですよね。で、この致命的っていうのが何かっていうと、それが原因で続けられなくなったり、あとは大きなダメージになってしまうことを言います。しかも花粉症の薬って眠くなるものが多いので、花粉でぼーっとするか、もしくは薬で眠くなるかっていう究極の選択を迫られるんですね。なので、1月のうちに病院へ行って、眠くなりにくい薬をもらうんですね。そのために、結構1月のうちにもう病院へ行く人が多くなるので、病院もね、混むことが多いです。なので、この時期になると、そこまでするのって思われるような行動をする人が増えるんですね。例えば、洗濯物を外に干さないとか。うん、洗濯物外に干すと、めっちゃ花粉が洗濯物についちゃうんですよ。なので、外には絶対に干さない。あとは、外から家に帰ってきた時に、家の中に入る前に、服をはたいて、服についた花粉を落としたり、そういったことをしますね。あとは、花粉症用メガネをかけたりもしますね。で、こういった行動って、実は気にしすぎだからやっているっていうわけじゃなくって、もうちゃんとした花粉対策なんですね。
っていうのも、花粉って一度家の中に入ってしまうと、いくら掃除をしても、なかなか全部は取りきれないんですね。だから日本ではこの時期、外の花粉をできるだけ家の中に入れないように、花粉症の人はかなり注意するんです。中には本当に花粉症が辛くって、この季節だけは花粉の少ない北海道とか沖縄へ行って、花粉から逃げる。もう本当逃げるために旅行へ行くっていう人もいます。それくらい日本では花粉症が生活に大きく影響する存在なんですね。じゃあ、どうやって対策するのかっていうと、まず日本では症状が出てから薬を飲むのでは遅いと考えられています。先ほどもちょっとお話ししたんですけど、症状が出る2週間くらい前、だいたい1月の中旬とか下旬からアレルギーの薬を飲み始める人も多いんですね。で、こうしておくと、花粉の時期が本格的に始まってからの症状をかなり抑えることができるんです。そしてもう一つ、日本の花粉対策で特徴的なのが、花粉をとにかく家の中に入れないっていう考え方です。花粉って外から入ってくる厄介な存在なのでね、服や髪についた花粉をできるだけ家の中に入れないように徹底的に防ぐっていうのが大切なんですよ。だからいろんな対策を多くの人がやっています。例えば部屋干しアイテムの準備です。1月中に部屋干し用の洗濯洗剤や、あとは物干しラック、洗濯物を干すやつですね。そう、物干しラックとか、あとは除湿機をチェックします。で、本格的に花粉の時期になったら、絶対に外には洗濯物を干さないからですね。そして空気清浄機のフィルター交換です。家に入り込んだ花粉をキャッチするために、ちゃんと空気清浄機のフィルターを交換して、あとは玄関にあの花粉を落とす専用のブラシっていうのを準備したりします。あと、換気をするときは、窓をほんの少しだけ開けて、レースのカーテンでガードしたり、あとは換気口には花粉用のフィルターをつけたりして、対策をします。あとはドラッグストアでも1月頃から花粉症対策アイテムがお店の棚にたくさん並びます。例えば花粉ガードスプレー。これは顔や髪に吹きかけるとイオンの膜ができて、花粉を寄せ付けないっていう商品ですね。うん。で、これ本当に効くのって思うと思うんですけど、これ結構効くので、多くの日本人が使っています。あとは花粉症専用メガネですね。これは目の周りをシリコンで密閉するゴーグル型のメガネなんですけど、最近では日本で有名なメガネ屋さんのジンズや、あとはゾフ、そういったお店で普段使いできるおしゃれなデザインとかもいっぱい売られています。あと、保湿ティッシュですね。もうこれは本当に大切かなって思うんですけど、花粉症になると、1日に何十回も鼻を噛むんですよ。なので、普通のティッシュを使っていると、やっぱちょっと髪が硬いので、鼻の周りとかが痛くなっちゃうんですね。なので、普通のティッシュじゃなくって、そういったグリセリン入りのちょっとしっとりと柔らかい保湿ティッシュを使う人が多くなります。あとはワセリンですね。これは鼻の穴の入り口に塗ると花粉が鼻の中に入るのをブロックしてくれるんですよ。なので、その花粉が入るのを防ぐためにワセリンを塗って対策する人も結構います。
こういった花粉症対策アイテムがたくさん売られているので、手軽に購入することができます。さらに食事面でも花粉症の症状を軽減する効果があると言われている乳酸菌飲料を飲み続けたり、あとは紅風紀っていう花粉症にいいとされるお茶を飲む人もいるようですね。はい。ちなみに私も花粉症が本当にひどかった時、乳酸菌をたくさん取るようにしていました。では実際に花粉症の症状はどんな感じかっていうと、一番よくある症状で、かつ本当に苦しいっていうのがこの3つです。まず1つ目はくしゃみですね。はい。もうくしゃみは1回出ちゃったら、もう5回、10回ってもう連続で出るのが当たり前ですね。で、私も花粉症がひどかった時、もう1回くしゃみしたら、もう10回ぐらい、もうずっと連発です。ハクション、ハクション、ハクション、ハクションってもうずーっと止まらないんですよ。それで、もうくしゃみをしすぎちゃって、腹筋が痛くなってしまったっていう経験もあります。2つ目は鼻水です。はい。花粉症の鼻水って、ちょっと風邪の時に出てくる鼻水と違って、すごい水みたいにサラサラで透明なんですよ。で、ほんと突然さって出てきたりするんですよね。で、1回出てきちゃうとしばらく止まらないので、本当に仕事中とか、あとは会議中とかに突然出てくると、もう本当に困るんですよね。うん。もうさーって流れてくるからもう止められないです。3つ目は目のかゆみです。はい。もうこれはね、もうほんと今思い出しただけでも、またもうちょっと痒くなってくるっていう感じなんですけど、ほんとに、もうやばいです。ほんとに痒いんですよ。で、1回こうやって目をこすってしまうと、もっと痒みがひどくなるんですね。なので、もう書いちゃダメって我慢するんですけど、もう我慢できないぐらい痒いんです。本当にあれは辛かったですね。私は花粉症で目が痒くなった時に、初めてもう目玉を取って水道で洗いたいって思いました。本当にそれくらいひどかったです。で、私が、花粉症の症状が初めて出た時のことを今でもはっきりと覚えているんですけど、私は、中学3年生の時に初めて花粉症の症状が出ました。で、その時、全校集会で体育館にみんな集まっていたんですよ。で、体育館で先生の話を聞いていたんですけど、その時にもう本当に突然、なんか目がかゆいなって思ったんですよね。で、あれ、なんかおかしいなと思って、かいちゃったんですよ、目を。もうそしたらもうそこから、どん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 痒みがひどくなってしまって、で、やばい、何これ何これと思ってずーっと書いてたんですね。それで、もう全然痒みが収まらなくって、で、その全校集会が終わって、すぐにトイレに行ったんですよ。で、もうとにかく水道で目を洗ったんですね。もう痒かったので。で、パッてトイレの鏡を見たら、もう目のこの目玉が、もうすごい真っ赤に充血していて、そしてずっと目をかいていたから、目もパンパンに腫れちゃって、本当にこれ私？っていうぐらい、もう顔が違かったんですよ。そう。でも、そこからですね、うん、中学3年生から、もうそこから毎年花粉の時期は苦しみました。はい。
あと、その他にも花粉症のせいで本当に大変っていうことがあるんですけど、鼻が詰まってしまうので、口呼吸になるんですよね。なので、すごく喉が乾燥してしまって、カラカラになっちゃうんですよ。で、夜とか寝てる時とかも口呼吸なので、もう乾燥しちゃって夜何度も目が覚めるっていうこともあるんですね。はい。なので、そうするともう寝不足になっちゃうんですよ。うん。あとは、あの、鼻が詰まっているから味覚もなくなってしまって、もう何を食べても全然味がしないから美味しくないんですね。うん。だから、ご飯を食べる楽しみっていうのがなくなっちゃうんですよ。で、本当に一日中かゆいし、あとは鼻もね、鼻水が出てくるから鼻もかまなきゃいけないし、あとはなかなか眠れないっていう風になってしまうので、本当にこの時期はイライラする人が増えてしまいます。で、普段すごく優しい人でも花粉症になるとちょっとイライラするようになったりとかね。うん。あとは、見た目もやっぱりちょっと変わっちゃいますよね。たくさん鼻を噛むので、この鼻の周りが乾燥してしまって、カサカサになったり、あとは目がかゆいからね、かいてしまって、ちょっと目が腫れてしまったりとか、うん。あとは、もういつ出てくるかわからない鼻水を常に気にしなきゃいけないので、うん。だからこの時期は、人と会うこともストレスになっちゃうんですね。で、ネットでもよく花粉症の人が言っているのが、もう目を取って洗いたい、もう洗浄機にかけたいとかね。あとはもういっそのこと、この鼻を取って、鼻をもぎ取って、それを玄関に置いて出かけたいとかね。もちろん冗談ではあるんですけど、本当にそれができることであれば、もうやりたいっていうぐらいみんな切実なんですね。で、日本には花粉症の人が多いので、この花粉症あるあるっていうのがとっても多いんですね。なので、いくつかご紹介したいと思います。まず一つ目が、花粉症を認めない人。はい。これも結構多いですね、こういった方。うん。もうね、誰が見ても花粉症の症状なんですよ。もうそれ花粉症だよって思うんですけど、本人はいや、これは絶対に風邪だって言い張るんですよね。そう、もう目もかゆいし、くしゃみもたくさん出るし、鼻水も水みたいにさーって流れるしっていう感じなんだけど、やっぱ本人としては認めたくないんですよね。だって一回花粉症って認めたら、そこからもう毎年花粉症の薬を飲み続けないといけないから。うん。そう。なんですけど、結局ね、もう病院に行ったら、はい、花粉症ですって言われて、もう認めるしかないっていうね。そう。もう実際に私の友達でもいました。本当に、ずっと認めなかったんですよ。いや、これはね、もう絶対風邪だからとか言ってたんですけど、病院に行ったら花粉症っていう風に言われて、そう。だから、その時に、その友達にね、「おお、花粉症デビューだね。仲間じゃん」って言いました。はい。2つ目は、生活パターンが変わる。はい。これは、普段安いティッシュを使っている人も、この花粉の時期だけは、鼻セレブとかの、この保湿ティッシュを買う人が多くなります。で、保湿ティッシュって普通のティッシュより高いんですけど、でもそれでも、もう自分の鼻を守るためっていうので、うん、みんなたくさん買いますね。はい。で、部屋のゴミ箱はもうすぐティッシュで、あの、
ティッシュの山になりますね。これもあるあるかなと思います。はい。あとは、洗顔の時に、こう顔を洗って、でね、目もかゆいので、目もこうやって洗うんですけど、その時、本当に花粉が流れるので、一気に楽になるんですよ。もう本当に幸せなんですよ。ふわあ、花粉から解放されたって。うん。で、すっごくすっきりするんですけど、そこでタオルでこうやって顔を拭くと、そのタオルに花粉がついていると、またその花粉が顔につくからすぐに目が痒くなるんですね。うわーって、もう結局それでもう、無限ループですよね。もう最悪なパターンです。あとはメイクをしても、もう目がかゆいから、結局メイクも崩れちゃうし、あとはマスクとかもずっとしているので、口周りとかも、もう化粧が落ちてしまうみたいな感じになって、なんかもうメイクする意味もなくなってしまいますね。3つ目がマスクの下にティッシュ。はい、これもね、花粉症経験者の方だったら、ほとんどの人がやってるかなって思うんですけど、1回鼻水が出てくると、もうしばらく止まらないんですね。なので、もうティッシュを鼻に詰めちゃうんですよ。それでマスクをつけるんですね。そうすると、鼻にティッシュを詰めてもバレないので、はい、これ結構やってる人多いと思います。もちろん、私も、花粉症がひどかった時、学生時代も会社員時代もこれやってました。はい。4つ目が公共の場で気まずい。はい、これもね、ありますね。うん。電車の中とかでくしゃみをしちゃったりとかすると、やっぱり周りの目が気になっちゃったり、あとは会議中とかですっごく静かな時に、もうどうしよう、鼻水が出そうっていう時にね、本当は鼻をすすりたいんだけど、それが響いちゃうから、もうすすらないように、もう必死に我慢したりとか。で、我慢して我慢して我慢して、あ、もうダメだと思って、って思いっきり鼻をすすってしまって、その鼻をすする音が会議中に響き渡ってしまって、気まずい空気になるっていうこととかね。うん、こういったこともありますね。そう。で、やっぱりこう花粉症の時期は周りに気を使ってしまうので、仕事にも集中できないし、あとは花粉でぼーっとしちゃったりもするので、本当になんだろうな、こう効率が悪くなってしまうんですよね。うん。あとは薬のせいで眠くなってしまったりっていうのもあるので、そう、こういった経験はね、みんなするかなと思います。はい。あとは、花粉症ですって書いてあるバッジが売ってるんですよ。はい。なので、そのバッジをバッグとかにつけている人もいるみたいなんですね。で、ここまで聞いてくださった方の中には、もしかしたらね、じゃあ外国人の私が日本に行ったらどうなっちゃうのって気になってる方もいると思います。はい。で、この花粉症にはコップ理論っていうのがね、あるそうなんですね。で、このコップ理論っていうのが何かっていうと、人それぞれの体に花粉を貯めるコップがあって、そのコップが満タンになると、その瞬間花粉症になるっていう説ですね。で、日本を初めて訪れる旅行者の場合は、日本のスギ花粉に触れるのも初めてですよね。なので、1週間くらいの短い滞在であれば、そのコップに花粉がいっぱいになることはないので、症状が出ない可能性が高いと言われています。で、すでに他の花粉アレルギーがある方は、例えば松とかよもぎの
花粉アレルギーがある人ですね。はい。こういう人は、体の中にすでに花粉が少し溜まっている状態っていう風に考えられるので、日本に来てすぐにスギ花粉に触れると、それがきっかけとなって花粉症の症状が出るっていうこともあるそうです。あとは日本によく来る旅行者の方、去年や一昨年ももう何回も日本に来てるよっていう方は、少しずつ花粉が体に溜まっているので、今回の旅行で突然花粉症デビューっていうこともあります。で、日本に住んでいる外国人の間では3年の法則っていうのがあるそうで、これが何かっていうと、まず、日本在住1、2年目だと、まあ、何も起こらない。だから、もう、日本人ってほんと大げさだな。私は全然平気なのに、なんでそんな騒いでるんだろうっていう感じで、もう余裕を見せているんですね。なんだけど、3年目とかになると、もうある日突然、目が痒くなったり、鼻水が止まらなくなったりして、もう、花粉症の症状が出るんですね。もうこの場合、体の中にあるコップがもう満タンになってしまって、花粉症がボンと出るっていう感じですね。うん。で、私の周りの外国人も、まさか自分がって言って、もう信じられないってもう言いながら、結局病院に行ったら、もう花粉症ですって言われて、で、お薬をもらうっていうのがね、結構お決まりですね。はい。で、外国人の方は、花粉症になってしまうと、ああ、私もやっと本物の日本人になったんだなっていう、こういう冗談をね、言ったりしますね。じゃあもし日本旅行中に花粉症の症状が出てしまった場合、どうすればいいのって思いますよね。はい。もし症状が出たら、まずはドラッグストアへ行ってください。で、日本の街中どこにでもある、松本清とか、あとはウェルシア、あとドン・キホーテとかね、そういったお店に行ってください。で、飲み薬であれば、有名なのはアレグラ、あとはクラリチン、それからアレジオン。この3つ、これが、飲み薬でとても有名な薬です。で、眠くなりにくいって書いてあるものを必ず選ぶようにしてください。もし眠くなりにくいって書いてないお薬だと、眠くなる成分が入っているので、ね、それを飲んでしまったらね、せっかくの旅行中、もう眠くなっちゃって、もうどこにも行けないとかなったらね、本当にもったいないですからね。なので、眠くなりにくいっていう飲み薬を必ず選んでください。あと、目がかゆい場合は、アレルギー専用の目薬を購入してください。個人的には、ロートのアルガードシリーズがおすすめです。そして鼻詰まりがひどい時は点鼻薬。点鼻薬っていうのは鼻スプレーのことですね。鼻スプレーを購入してください。ただ、これはちょっと使いすぎると逆効果になることもあるので、注意書きをよく読んでから使うようにしてください。あと、薬局で使える日本語も覚えておくととっても便利なので、いくつかお伝えしますね。花粉症の薬を探しています。眠くならない薬はありますか？目がものすごくかゆいです。はい、この3つのフレーズはとても便利なフレーズだと思いますので、ぜひぜひ覚えてくださいね。あと、薬だけじゃ不安だよっていう方は、立体マスクもね、おすすめです。これは普通のマスクよりも、こう肌に密着するので、花粉が入るのをね、防いでくれます。あとは花粉ガードスプレーです。これは顔や髪にシュッとするだけなので、とっても便利です。で、コンビニとかでも買うことができます。そしてもう一つおすすめなのが保湿ティッシュです。
はい。もう本当に花粉症がひどくなると、いつ鼻水が出てくるかわからないので、もうティッシュは絶対に必要だと思います。で、普通のティッシュだとやっぱり痛くなっちゃうので、鼻がね、ずっと鼻を噛んでいると。なので、鼻セレブとかのね、保湿ティッシュが本当におすすめです。で、コンパクトサイズ、ポケットティッシュが売っているのでね、それを、買ってください。あと、ホテルでやるべきことなんですけど、まず部屋に入る前に、服についた花粉を落としてください。でもこう払うだけでも、かなり花粉を落とすことができます。はい。で、本当にとにかく部屋に花粉を持ち込まないっていうのが大切になるのでね、絶対にこう払ってくださいね。あとはシャワーとシャンプーです。はい。で、この花粉っていうのは髪の毛に一番つくんですね。なので、帰ってすぐにシャワーをして、で、髪を洗うだけでもかなり違います。絶対にシャワー浴びずに寝るってことだけはしないでください。もう起きた時最悪です。もう鼻水と涙っていうのがね、ひどいです。はい。あとはホテルの部屋が乾燥していると花粉の症状が悪化してしまう場合があるので、濡れたタオルとかをね、干して部屋を乾燥させないようにしてください。これも本当にとっても大切です。それでも症状がひどすぎるっていう時は、旅行保険があるなら耳鼻科に行ってください。で、日本は耳鼻科がすごく多いです。で、日本のお医者さんは、花粉症の扱いにとっても慣れているので、薬をすぐに出してくれます。で、その薬を飲むと、もう一発で良くなるっていうことが多いので、はい。なので病院に行くこともおすすめします。はい、今日はですね、花粉症についてお話ししました。いかがでしたか？皆さん、花粉症の話を聞いて日本に行くこと怖くなっちゃいましたかね？でも大丈夫です。安心してください。日本は花粉症がひどい分、対策グッズとか、あとは薬とかもすごく豊富です。で、本当に世界最高レベルだと思います。で、さっき言った通り、もし日本に来て目が痒くなったりしても、ドラッグストアに行って薬を買えば、だいたい解決できるかなと思います。はい。で、今の薬は本当に効果がすごくいいです。実際、私の旦那さんも日本に来た時に花粉症になったことがあったんですね。で、なんですけど、その時薬を飲んだらすぐに良くなって、その後は日本旅行をね、ちゃんと楽しめました。はい。で、私自身も学生時代は本当に花粉症がひどくって、毎年病院に行って薬をもらわないとダメだったんですよ。なんですけど、今は本当にだいぶ良くなって、もう全然薬も飲んでいないですし、病院にも行っていません。はい。だからあんまり心配しすぎずね、日本旅行を楽しんでいただければなと思います。はい。ただ、準備だけはしっかりして、楽しんでくださいね。もしね、近いうちに日本旅行行くよっていう方いらっしゃれば、日本旅行に行く前にもう一度このポッドキャストを見返してもらえれば、役に立つかなと思います。はい、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。